移動の常識が静かに書き換わりつつあります。トヨタが投入した e パレットは電動の自動運転対応シャトルでありながら、朝は通勤シャトル、昼は移動店舗、夜は非常用電源という具合に1台で複数の役割を担います。なぜトヨタは車ではなくサービスの器を開発したのでしょうか。個人の所有から必要な時に必要なだけ使うマースへの移行が世界で進んでいます。高齢化や人手不足、都市の混雑、脱炭素といった課題が重なる中、 e パレットは1台の稼働率を高めて費用と環境負荷を同時に下げる設計です。最後まで主張することでこの車の要点と可能性を整理でき、自分の街での活用イメージまで描けるはずです。当チャンネルではこのような最新の技術や注目企業を分かりやすく解説しています。情報収集の機会を逃したくない方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではこの新しい車両が公共交通と物流の隙間をどう埋めるのか、日本初の仕組みが世界のスマートシティで通用するのか、一緒に解き明かしていきましょう。アプリで呼び出し、必要な機能を自由に乗せ替えるという発想は2018年の CES で発表された e パレットコンセプトが原点です。トヨタは自動車メーカーからモビリティ企業への転換を目指し、サービスを中心に据えた車両設計へと大きく舵を切りました。その背景には電動化、自動運転、通信機能の進展が同時に進むという産業構造の大きな変化があります。この背景には様々な社会課題が存在します。日本では地方の路線バスの維持が難しくなっており、都市部ではラストワンマイルと呼ばれる駅や停留所から最終目的地までの最後の区間での人や物の移動がますます複雑になっています。さらに運転手不足の深刻化、加えてドライバーの労働時間規制も強化されるなど、今の状況には逆風とも言えることが相次いで起きています。こうした中で従来の大型バスのような定時運行でもなく、タクシーのようなドアツードアでもない、その中間を埋める新しい移動手段が求められてきたのです。e パレットは従来の大型バスとタクシーの中間を埋める新しい移動の器として企画されました。キューブ型の低床ベブをベースに内装ユニットを自由に入れ替えることで用途ごとに車両の役割を切り替えられる仕組みです。運行はフリート管理システムと連携し、需要が高まる時間帯や場所に合わせて最適な台数を配車する発想が採用されています。同じ車両でも時間帯で用途を切り替えるマルチユースにより稼働率の向上が期待できます。また空き時間には駐車場で充電しながら移動店舗や広告媒体として活用し、収益化する構造も設計段階から想定されています。実は実証実験も着実に進められてきました。例えば2021年の東京パラリンピック選手村ではループ運行の移動手段として導入されました。その際歩行者との接触事故が発生し、一時運行を停止する対応が取られましたが、その後は安全スタッフの増員や音声による注意喚起の強化など運用面での改善が重ねられています。トヨタはこうした失敗から学び、制御技術と運用体制の両面でリスクを低減するアプローチを重視しています。安全性の積み上げは自治体や商業施設が導入を判断する際の重要なポイントとなります。2025年には量産仕様の販売開始が公式に発表されており、まずは有人監視下での運用からスタートし、2027年度までに限定されたエリアで自動運転レベル4の実装を目指すロードマップが示されています。段階的な導入は保険や規制との調整がしやすく、初期の費用対効果を確認しながら改良を重ねられる点が大きな利点です。皆さんはご自身の生活圏でどの移動やサービスが e パレットのような器に置き換わると効率が上がるかを想像できますか？
バスの減便が進む地域や大型商用施設の巡回、観光地の周遊、イベント時の仮設店舗など様々な用途で利用できそうですね。E パレットは箱型のメブに運転機構や車内ユニットをモジュールとして組み合わせ、用途に応じて自由に乗せ替えられる設計です。車体サイズはざっくり言うと小型バスと大型バンのちょうど間くらいって、街中で見かけるマイクロバスを一回りコンパクトにしたイメージです。床面は 370mm と非常に低く設計されており、電動スロープを使えば縁石高 15cm でも車椅子の方が自力で乗り降りできるでしょう。乗車定員は運行スタッフを含めて17人で、座席やつり革、手すりの配置もバリアフリーを重視して最適化されています。走行システムにはリチウムイオン電池が搭載されており、都市部や近郊での利用を想定した WLTC モードで約 250km の航続距離を実現しました。直流 90kW の急速充電を使えば約40分で 80% まで充電が可能で、高流 6kW による夜間充電にも対応しています。最高速度は 80km 毎時、最小回転半径は 6.5m と、工業団地や商業施設の敷地内での取り回しを意識した設計です。近年の一般的な中型 EV 版の電池容量は60から 90kWh 程度が主流です。E パレットは 72.82kWh で主流帯の中核に位置づけられ、都市内の短中距離運用と低床同開口の車内空間を両立させる実用バランス志向の設計といえます。制御面では電気信号で操作を行うステアバイワイヤーといった最新技術を採用し、車両制御インターフェース VCI も公開されています。この VCI に各社が開発した自動運転キット EADK を組み合わせることで、ライダーやカメラなどのセンサー類、制御ソフトウェアを柔軟に統合できます。運行管理システムと連携することで、車両の状態監視や遠隔操作、緊急時の退避指示なども可能です。そのため、ソフトウェアを自社開発しない事業者でも、パートナー企業の ADK を選んで導入できる柔軟性があります。E パレットの強みは大きく3つにまとめられます。まず1つ目は多用途性です。朝夕はシャトルバス、日中は移動店舗、災害時には外部給電車両として活用でき、1台あたりの稼働率や売上効率を高められます。2つ目はアクセシビリティの高さです。低床設計や幅広いドア、大きな開口部によって高齢者や車椅子利用者、ベビーカーの方もスムーズに乗り降りできます。3つ目はスケールのしやすさです。量産メーカーならではの品質保証や販売、整備ネットワークが初期導入のハードルを下げてくれます。使い手の価値は運行側と利用者側の双方で明確です。運行事業者にとっては同じ車両資産をさまざまな用途に活用できるため、投下資本の回転率が向上し、車両台数を増やさずにサービスの提供量を拡大できます。利用者にとっては自分の元に来てくれるサービスが増えることで移動の負担が軽減され、買い物が困難な方や通院が難しい方の支援にもつながります。また停車中に外部給電が可能なため、停電時のレジ運用や地域拠点の電源確保といった場面でも役立ちます。こうした特徴を裏付ける事実として、2025年9月にメーカー希望小売価格2900万円で受注開始されることが発表されています。さらに商用 EV 補助金の対象となり、1583万5000円の助成が案内されました。実際には自己負担額が半額以下の1300万円台まで下がる見込みが示されています。導入はトヨタアリーナ東京やウーブシティなどの限定エリアから始まり、ディーラーや自治体、自動運転パートナーと連携した実証が今後拡大していく予定です。自動運転レベルについては、当面はレベル2相当の監視付き運用からスタートし、2027年度にはレベル4の市場投入を目指す工程が明記されています。
少しだけ海外との比較もしておきましょう。米国ではロボタクシーによる無人運行の事例が先行していますが、車両の多用途性や乗車定員の面では E パレットが優れています。小型ロボタクシーは4から5人乗りが主流ですが、 E パレットは人の輸送と物資の輸送を同じ車両で柔軟に切り替えられます。一方で完全無人運行の走行データ量については海外勢が先行しており、 E パレットは日本の厳格な制度環境に合わせて段階的に導入を進める戦略です。そのためまずはテーマパークや空港等商業地、病院キャンパスなどの限定された空間で並行運用として成果を積み上げていく流れが現実的と言えます。日本の関連企業、デンソー、証券コード6902。デンソーはトヨタグループの中核を担うサプライヤーであり、電動パワートレーンや車載半導体、各種センサーに強みを持っています。自動運転に不可欠な周辺監視センサーや電子制御ユニットの量産実績も豊富です。 E パレットでは電動駆動や制御系の主要部品に加え、自動運転キットと車両制御インターフェースをつなぐ領域での貢献が期待されています。またデンソーの量産品質や全国に広がる保守サービス網はフリート車両の稼働率向上に直結します。導入が拡大するほどアフターサービスや部品供給による継続収益も見込めるため、同社にとっても重要な事業領域です。近年は自動車の電子制御ユニット統合が進んでおり、デンソーの統合ソリューションがより活かされやすい環境になっています。 E パレットの普及が進むことで同社の技術やサービスがさらに広がる波及効果も期待できます。日野自動車、証券コード7205。日野自動車は商用車に特化したメーカーとしてシャシー設計やフリート運用に豊富な知見を持っています。グループ内外のパートナーと連携しながら商用車の分野で電動化や自動運転の推進に取り組んできました。 E パレットに関してはモビリティサービスの実装設計や車体の法規適合、自治体や事業者と連携した実証スキームの構築などでその強みを発揮できます。今後シャトルと路線バスの中間にあたる重要量×高頻度路線の再編が進めば、日野自動車の既存事業との相乗効果も期待できそうです。また全国に広がるディーラーネットワークを活用して保守・整備体制を整えることで運用コストの削減や導入側の採算性向上にも貢献できます。ソフトバンクグループ、証券コード9984。ソフトバンクグループは通信やクラウド、AI 分野への投資を背景にモビリティ分野でのデータ連携やサービス運用に強みを持っています。トヨタと共同出資したモネテクノロジーズを通じて自治体や企業と連携したマースの実証や導入に取り組んできました。 E パレットのフリート運用においては高信頼な通信環境や堅牢なデータ基盤が不可欠です。運行管理や遠隔監視、需給マッチングといった各機能ではモバイル回線の冗長化やクラウド側のアルゴリズム最適化が車両の稼働率や安全性を大きく左右します。ソフトバンクグループは商用 5G やエッジコンピューティング、ID 連携など多様な技術を組み合わせることで E パレットのサービス事業としての収益モデル確立で貢献できる立場にあります。また自治体との包括連携による実証を積み重ね、導入パターンを標準化できれば今後より大規模な案件の創出も期待できます。いかがでしたか？ E パレットは電動化、自動運転、通信連携を前提として設計された移動の器です。時間帯やニーズに応じて用途を切り替えられるという新しい発想で費用対効果を大きく高めています。量産メーカーならではの信頼性と
オープンな自動運転キットを柔軟に受け入れる設計を両立し、まずは限定されたエリアから段階的に導入して安全性や運用ノウハウを積み上げていく戦略が特徴です。今後注目したいのは、実際に導入される現場や運行距離、乗車回数、稼働率、エネルギーコスト、外部宮殿の活用実績といった具体的な KPI です。こうした数字が公表され始めると、e パレットが社会や企業価値にどのような影響を与えるのか、より具体的に読み解くことができます。もし皆さんの街で e パレットの実証運行が始まった際は、ぜひ利用者としての体験と運行データの両面からその価値を観察してみてください。今回の動画が地域の移動課題を器の設計という視点から考えるきっかけになれば嬉しいです。また e パレットのような新しいモビリティが普及することで、地域の暮らしや産業、働き方がどのように変わっていくのか、今後も一緒に注目していきましょう。もし自分ならこんな使い方をしてみたい、こうした課題に役立つのではといったアイデアやご意見があれば、ぜひコメント欄で教えてください。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。